宮城県の震災の時に129件中122件のいちご農家が流されました。自らいちごを栽培して地域の復興に力を注ぎたいということで始まった会社です。GRA としては農業を営んでますけども、大きな枠で考えると農業も製造業だと考えています。日産が製造業で培ったノウハウを他の産業でも生かすことができないか、その取り組みを行っているんですよというのを聞いてですね、ぜひとも GRA で何かしらお願いしたいなと思ったのがきっかけです。そこでですね、分かったのが品質についてのこだわりです。一つ一つのいちごに非常に愛情を注いでいると。我々製造業と違うのは収穫のところだなと。それだけにそこに製造業のノウハウを使うことができれば大きな改善ができるんじゃないかというふうに思いました。どんどん赤くしていくとどんどんやっぱり柔らかくなってくるので、より一層普段のいちごより神経を使います。1箱あたりの重さは大体2キロぐらいなんですけども、これをいちいち何箱も持ちながら歩くとですね、相当重いと感じてきます。我々の自動車の製造ラインもあまり重いものを持たせない、省力化のためのからくりですとか、こういったものを使えるのではないかというふうに思いました。そこで考えたのは、ベンチの横にですねレールを合わせまして、そこをまるでモノレールがスーッと滑るような、宙に浮いているような、そういった台車があればいいなというふうに思いました。その重いカゴを持つ必要もないです。日産側もこういう感じで農業の方にこういう台車を作っていただいたりということがすごく助かっておりますし、能率は上がると思います。いちごはですね、温度変化にすごく弱くて、暖かくなるともうすぐに柔らかくなってしまいます。品質を安定的に保ちたいということに関して ENV も同じ目的を持っています。この電気自動車用の強力なバッテリーを使って全く排気ガスを出さないで冷蔵冷凍車として使えます。他の製造業の視点から見ると、より改善をして我々自身が農業から製造業へ近づくことができるのであれば、日産さんとまた仕事を続けていきたいと思っております。これからもですね、農業に限らず幅広い業種、業態、業界とですね一緒になって活動することで、我々自身も知見をいただきたいですし、我々の持っているノウハウもいろんな方に使っていただいて喜んでほしいなと考えております。